こんにちは、MC パークです。暖かくなってきましたね。とうとう春が来ましたね。で、だんだん暖かくなってきたんで、そろそろね、ロンツの準備し始める人もいるんじゃないかなと思ったんで、よくあるロンツの、コツとかをアドバイスみたいな中から、僕が実際に体験して、これ大事だなって思ったやつを、8個ほどね、まとめてみました。ので、今日はね、ちょっとそれを紹介したいと思いますね。この辺でいいかな。はい。はい、じゃあ、早速やっていきましょうか。最初はじゃあ、簡単なところからいきましょうか。移動時間を甘く見るですね。僕は Google マップを使って旅の予定を立てますね。で、その時に Google マップって、休憩時間が考慮されてないです。移動時間だけですね。今後のアップデートで変わるかもしれないですけども、今2023年の3月現在は、考慮されないです。で、僕の場合は2時間に1回30分の休憩を入れるようにしてますね。なので、例えば Google マップで4時間のルートだったら、4時間半で僕は見ますね。で、ちなみにお昼休憩を挟む場合、例えば11時からスタートして12時をまたぐ場合ですね、時はお昼休憩は僕1時間取るようにしてます。なので、そういった、細かい休憩だとか、お昼休憩を加味したルート設計を Google マップ使う場合ですね、気をつけてやってみましょう。はい、次、滞在時間を考慮しないですね。これね、ヨーロッパツーリングの時にやらかした失敗ですね。A という出発地があって、最終目的地は C です。で、その間に B っていう有名な場所があって、そこに立ち寄って最後 C に向かうっていう一日で、A から B、B から C への移動時間はちゃんと休憩時間も考慮して組めてたんですけども、この B で滞在する時間、観光する時間を考慮してなかったんですよ。今回の旅でちょっと失敗したなって思ったことが1個あって、1個目的に着いたらもうノンストップで次に行くような予定になってたんで、それはちょっとあまりにアホでしたね。1泊2日とかだったらね、見逃さないと思うんですけども、何日も何日も連泊するようなツーリングだとちょっとね、見逃す時もあるんで、そこだけ注意した方がいいと思います。はい、3つ目、いろんなものを持って行き過ぎ。これはね、よく言われることだと思いますけども、大事なことですね。一番最初、初めて北海道ツーリングに行った時にやらかしましたね。もう大失敗しました。初めてだったんで、不安だったわけですよ。だからもういろんなもの持ってったんですね。それこそもうキャンプ道具はもちろん、大量の工具、めちゃくちゃいっぱい替えの電池、全日程分の着替えで、キャンプ道具もキャンプ道具で何選べばいいか分かんなかったんで、もう車でキャンプするようなもうでかくて重たいやつも持ってきたんですよ。でね、その結果どうなったかっていうと、全然使わなかったですね。バイクトラブった時なんか大量に工具持ってたんですけど、結局近くのディーラー行きましたからね。結局旅のメインはツーリングです。つまり大部分の時間はバイクの上で過ごします。荷物が重くなることに比例してバイクの運転というのは不快になります。イコール荷物が多いと旅の大部分の時間を不快に過ごすことになります。なので可能な限り荷物は少なくで軽く。これが僕が今までの経験で得た長距離ツーリングを楽しむコツです。じゃあどうすればいいんだっていう話なんですけども、ポイントは2つあると思います。1つ目は先にバッグを決めてからそれに入るものを考える。そうすると自然とそこに入るように工夫するようになるんで。で、2つ目はバッグが決まったら入れるものを決めるんですけども、その優先順位をつけましょう。で、その時のテクニックとしてはゼロベースで考えることですね。まずは自分の身一つとバイクだけ。それで旅ができますかできませんか。できない場合はまず何が必要ですか。そういう優先順位の組み立て方もあります。ただね、理想はゼロになるべく近いところなんで、あれもこれもって持ってっちゃダメですよ。4つ目、メンテナンス、出発前のメンテナンスを怠るですね。これ僕未だにたまにやっちゃうんですけど、さっきの荷物を持って行き過ぎてしまうにも関連してると思うんですけども、中には快適用品よりもバイクのトラブルが怖いからいろいろ持ってっちゃうっていう人もいると思います。ただ、分かったのは、出発前にちゃんとメンテナンスをしとけば大概のトラブルは回避できます。それでも回避できないトラブルは体調不良と事故です。で、事故っていうのは、バイク大破とかそういうでかいものもありますけど、それ以外の細々したやつも含みます。例えばパンクとか、あと立ちこけしてクラッチレバー折るとかね。クラッチレバーの先っぽがねぶっ壊れました。どっか行った。なのでここでのアドバイスとしては、もう何もかも闇雲に持ってくんじゃなくて、対処する
問題を明確にしてそれに対応するものだけを持っていく、それを意識することで何でもかんでも持ってって最終的に持っていきすぎっていう風になることを予防できますね。はい、5つ目、予算管理をしないですね。ツーリングの計画を立てるときにそのルート設計だけじゃなくって予算に対してそのツーリングがどのぐらい費用がかかるのかっていうところをあらかじめ計算しておくっていうことですね。僕もこれ最近やり始めたんであんまり先輩面するつもりはないんですけども、そうすることで例えばツーリングが終わった後にうわ金使いすぎたわみたいな状況を回避することができますね。でどうやってるのかについては言葉で説明するより実際に見せた方が分かりやすいと思うんでちょっと移動しましょう。よっと、はい、空いてる教室に忍び込みましたね。先生の席に座ってます。それでは授業を開始します。見ていきましょうか。はい、これが僕の旅の予算管理表ですね。使い方簡単で、ここにまず旅の予算を入れて、でバイクの平均燃費でその時のガソリンの平均価格で日付を入れる。あとはガソリン代以外のその他出費を入れて、で次に目的地を入れる。宿泊先で最後に目的地までの距離入力すれば、その旅にかかるガソリン代とかの全ての費用が計算されて、で予算に対して、どのぐらい差があるのか、実行可能なのか、できるのかできないのかっていうところを、一目で分かるようにしてますね。でさらに僕はこの表が出来上がったら iPhone にも共有しておいて、旅の間の例えば寝る前とかに毎日実際にかかった数字に更新してます。そうすることで常に旅の費用をモニターして使いすぎをね防止してます。はい、じゃあアドバイス6つ目。喧嘩ですね。はい、僕はね基本的にソロツーが多いんですけども、たまに大阪の彼と、ロンツーに出かけたりします。でロンツーに出かけると大概最後喧嘩してます。実は1泊2日とかそんぐらい2泊3日とかね短いツーリングなら全然喧嘩しないんですけど、7泊8日とか10泊11日とかそれこそもう文字通り24時間もう四六時中一緒にいるとどんだけ仲が良くても喧嘩します。大概理由はねくだらない些細なことなんですけども、そんだけ長いこといるとそういう些細なことでも喧嘩のきっかけになってしまうと。じゃあどうしたらいいのっていう話なんですけども、人によるといえば人によるです。それまでなんですけども、気づいたのは僕らの場合はですね、喧嘩のきっかけと喧嘩の原因って全然違うっていうことに気づいたんですよ。僕らの場合の喧嘩の原因、元の原因ですねはね疲れでした。連日のツーリングで疲れが溜まっていくとお互い普段ならね笑って流してしまうような些細なことでもなんかイライラしてしまうということが、喧嘩のきっかけにつながっていくと。じゃあどうしたらいいのっていう話としては、疲れをためないってことですね。ツーリングの夜はちゃんと休憩する。2人で旅してていつも一緒の部屋に泊まってても時にはね別の部屋を取って別々で寝てみるとか、そういう工夫をしてみることも大事だと思います。はい、進みすぎです。どういう意味かというと、これねキャンツの時にやった失敗ですね。キャンツの時は僕はねiPhone とか、スマホとか、そういう電子機器類は夜寝てる間にモバイルバッテリーで充電しました。でそのモバイルバッテリーは、日中ですね、日中にバイク乗ってる間にバイクにつないで、モバイルバッテリーを充電してました。でそのシステム自体は割とうまくいってたんですけども、最終日前々日に、頑張って進みすぎたんですよ。その結果最終日前日の移動距離が極端に短くなってしまって、このモバイルバッテリーを十分に貯めるまでの距離が全然稼げなかったんですよ。でその結果キャンプができずあえなくモーテルに泊まるっていう、恥ずかしい失敗をしました。動画に上げてますね。ここにモバイルバッテリーを充電してるんですけども、移動距離が短すぎて全然このモバイルバッテリーたまらないんですよ。これはね計算外だった、計算外というか詰めが甘かったね。そういうのもね考えて予定を組むべきだった。普通のホテル泊のツーリングだったら別に気にする必要ないんですけども、キャンプツーリングを連日するキャンプを連続でしていくようなツーリングを、されるようであればモバイルバッテリーの充電時間も考慮した、距離の設計ですねというところもやっておきましょう。最後、目的地を調べないでございます。
これはもうね何回もやらかしてます。僕はカリフォルニアツーリング行った時もキャンツーに行った時もですね、別に通る道全部を調べる必要はないんですけども、ちょっと見たいポイントだとか、あとは最終目的地とか大事な場所ですね。そういうところはちゃんと調べておきましょう。どういう見どころがあってどういう風なアクセスでそこまで行けるのかとかですね。カリフォルニアツーリングの時はビッグサーっていうエリアにある大きな橋を見たかったんですけども、僕はそれを調べなかったせいで気づかずに通り過ぎました。でキャンツーの時はキャンツーの時でロッキーマウンテンに行ったんですけども、行きたかった場所がねバイクじゃ行けない場所だったんですよ。なのであえなく引き返したと。でもうそれよりも最悪なのがね、ロッキーマウンテンに後から調べたらちゃんとバイクで行けるもっとね綺麗な場所がねあるっぽいんですよ。だからねもう未だに後悔してますね。これぐらいかな、僕が言いたかった、8項ですね。よくあるアドバイスの中でもこの自分の経験からこれ大事だなって思ったところを、8個ピックアップしてみました。なんかの参考になれば幸いですね。もし参考になったら参考になったぞっていう意味でいいねでも押して褒めてもらえると嬉しいです。あとねご自身でもロングツーリングのコツとかあればぜひコメント欄で教えてください。僕もね参考にさせてもらいたいんで。はい、じゃあねもう暖かくなってきたんでお互いいいツーリングシーズンを過ごしましょう。じゃあね。